皆さんこんにちは、パピーガインです。今回は前回に引き続き田中久也さんの著作旅客機で飛ぶマイクロソフトフライトシミュレーター2020コース攻略テクニックからその2回目としてパート 2VFR 編のステップ6の訓練メニューの内容に従って旅客機 Airbus A320neo の飛行方法を実践していきます。なお、この書籍で飛行機の本格的な操縦方法を学びたい方は概要欄に Amazon リンクを貼っておきますのでそちらからご購入ください。パート 2VFR 編最新鋭ジェット旅客機に挑戦。サブタイトルはニュージーランドクイーンズタウンの美しい湖を周回飛行となっています。飛行コースはニュージーランドの南にあるクイーンズタウン空港から離陸します。離陸後、アカティブ湖という湖の上空を高度3000フィートで飛行します。湖は途中で右に折れ曲がっているので、飛行経路も湖に沿って大きく右に旋回します。その後、湖の上空を進路330度で飛行し、突き当たりにあるアルフレッド山を周回してから湖を逆方向に飛行してクイーンズタウン空港に戻ります。この書籍では空港に着陸したところで終了しますが、今回の動画では管制塔に駐機を要請して指定された駐機場に駐機するまでを実践していきます。特に駐機するまでの手順を知りたい方はどうぞ最後までご覧ください。さて、今回の動画ではコックピットと管制塔とのやり取りを字幕で表示しています。実はマイクロソフトフライトシミュレーターで遊んでいると何気なく聞こえてくる航空無線の英語の音声はそこそこ忠実に再現されているようで、これを理解できると飛行体験がよりリアルになります。今回はイカラス出版の航空管制ハンドブック2023を参考にして私なりに日本語に翻訳して字幕を作成してみました。なお、この書籍では前半で成田空港などの実際の航空管制とのやり取りを記載しています。また102ページからはエアバンド基本用語集があり、不明な単語を調べることができます。さらに150ページ以降は別冊エアバンドデータブック2023として日本国内の空港での航空無線周波数と飛行場の滑走路マップなどが掲載されています。それでは前置きはこれくらいにして実際の飛行映像に移ります。はい、今回は、書籍で学ぶフライトシミュレーターっていうことで2回目なんですけれども、パート2のステップ6ですね。で、まず VR モードに入っていただいたら、ウェルカムメニューからですね、ワールドマップを選択します。まず航空機は Airbus A320 ネオ。これを選択して準備してください。空港名は、NZQN です。クイーンズタウン空港を選びます。そして滑走路は23番を使います。現地の時間帯は、ちょっと朝方みたいな感じにした方がいいと思いますね。はい、以上の準備ができましたら、フライを押します。はい、それで今、フライモードに入ったんですけども、このレディートフライのボタンがちょっとこんな風に出てくる場合がありますが、この場合は、左手のタッチコントローラーの Y ボタンを押して、で、ここでリスタートをするとですね、ちゃんとしたメニューになると思います。はい、正しいメニューが表示されましたので、ここで Ready to Flight をクリックします。はい、このオブジェクティブのパネルはですね、ちょっとずらしておいて、はい、それでは書籍の進行に合わせて準備を開始します。で、まずですね、コードを設定します。コードの設定はここにダイヤルがありますので、ここで3000フィートに設定します。コード3000フィート。デフォルトだと5000フィートになっていますので、これを下げていって3000フィートに設定します。そしてですね、これセレクトモードと、マネージドモードっていうこの設定に2つのモードがあるんですが、セレクトモードであればオートパイロットを指定したときにここに指定したそのコードに合わせてくれるということになりますので、それを設定します。セレクトモードを設定するにはここにですね、赤いボタンがありますが、これを消えた状態にする必要があります。で、どうやって消すかというと、これをトリガーを引いた状態で黄色くするとですね、握った状態にすると、エンゲージセレクトアルティテュードモードとエンゲージマネージドアルティテュードモードっていうのがあって、でボタンを引くとセレクトアルティテュードモードになります。で、一回引いてみますね。そうすると、今、カチッという音がして、この右側のインジケーターが消えました。前回のガーミン1000の、軽飛行機の設定ではこの後にバーチカルスピードを設定したんですが、エアバスの場合は、それは自動的にどうも設定されるようでバーチカルスピードの設定は必要ないということになっています。実際設定するのであればここにですね、バーチカルスピードのコントロール設定があります。次にエアスピード、待機速度ですね、設定しますが、待機速度の設定はここにありますスピードですね。で、これを右に回すと
スピードを変えることができるんですけれども、実はですねこれがダイヤルがちょっとバグがあるようで、握った状態で今13フィートになってるんですけども、1回見合わすとリセットされてしまいます。だから200ノットに設定したいんですけれども、なかなか200ノットにならないというか、永遠にならない状態になってしまいますので、ちょっとここでですねバグを回避するために、左側にあるスピードユニッツっていうところを、これはトグル形式でノットとマッハのですね、単位の設定ができますので、この単位を1回切り替えて、もう1回切り替えて元に戻してマッハからノットの設定にします。そうするとなぜかちゃんと機能するようになるということになります。で、これたまに元に戻ってしまうことがありますので、その時はスピードの単位の設定のところをもう一回押し直してください。で、今200ノットに設定します。はい、これも同様にセレクトスピードモードにするために、ボタンを握った状態で1回手前に引きます。そうすると、右側にあった丸い点が、インジケーターが消えてですね、オートパイロットを設定するとスピードが自動で設定されるという状態になります。書籍の方ではですね、リークした後にヘディングを変更するっていう内容になってましたけども、実際にはですね、ここであらかじめヘディングを設定しておいた方がいいと思います。この滑走路自体233度に向いてるんですけども、離陸直後に変えないと正面の山にぶつかりそうになりますので、220度ぐらいに設定し直します。で、実はこれもですね、たまに今なりましたよね。今228なんですけども、左回すと、なぜか値が増えると。減る方に回しても値が増えてしまうっていう状態なので、この場合はですね、この下にある LOC モード、これを選んで、トグル形式になってます。オフの状態にして、もう一回つまむとですね、これでちゃんと設定できるようになります。はい、220度に設定します。で、これもセレクトヘディングモードを指定したいので、1回このボタンを引きます。で、右側にあったインジケーターを消す形にします。はい、そして次がですね、フラップの状態を確認するというふうになっています。先ほどのヘディングはですね、実は書籍に載っていないんですけど、事例に設定しました。で、書籍ではこの後にですね、フラップの指定の状態を確認します。これで確認してもいいんですけども、1段階フラップが下がった状態になっています。それを確認するのがここにある中央の PFD で、ここにですね1プラス F と書いていればよろしいということで解説があります。はい、で一応解説通り確認しました。で以上で準備が終わってこれから離陸するんですけれども、離陸した後にある程度上昇したらオートパイロットがここにありますので、オートパイロットをオンにします。そしてギアをアップすると。フラップはですね自動的に切り替えるようですので、そのままで大丈夫だと思います。でここは滑走路が短いので、ブレーキをかけた状態でスロットルを上げていってブレーキを離して、発進するような形になります。フットブレーキをかけるにですね、右手のサムスティックを向こう側に倒すとフットブレーキがかかります。はい、それではパーキングブレーキをまず解除して離陸を開始したいと思います。フットブレーキを右手のサムスティックを向こう側に押し倒すことでオンにしておいて、でその状態でスロットルを握ることができますので、今トリガーを引いた状態ですね。これでスロットルを向こう側に押し込みます。でここは1回ここで止まってもう1回押し込まないと目的のそのスロットルの位置にはなりませんので、位置はですね FLX-MCT って書いてあるところに設定します。そしてブレーキをオフにしてで離陸を開始します。ここでですね、ヨークを触ってしまうとちょっと左右にブレたりしてしまいますので、離陸速度を140ノットになるまでは触らないでおきます。で140ノットになったらタッチしてですね、これで離陸を開始すると。はい、ある程度上昇したらちょっと遠いんですけど、はい、このインジケーターが光ってないとオンになりませんので、あら、ちょっと違う状況になっちゃったな。はい、いいのか。もう233度のままになってますね。ヘディングを220度ぐらいに変えます。はい、で、高度がですね、今3200を超えたんですけども、超えていたために、3000に戻しているのかな。あ、それで、スロットルはですね、CL のところに戻す必要があります。あ、CA かな。
でもう少し左を見て、はい、でこのオートパイロットを設定した後はヨークを触ることはなくてですね、常にこのダイヤルでヘディングを変えたりとかエアスピードを変えたりします。で高度はずっと一定3000フィートのまま保った状態で山の近くまで行って戻っていきます。でここでですね、右に旋回する必要がありますね。湖の上を上空を飛びますので、湖が右に曲がっていますので、そのままこの飛行機も機体を右に90度ぐらい旋回させます。なので330度ぐらいの角度に旋回させる必要があるということですね。はい、でギアを上げます。ちょっとこれ忘れてましたけど、ギアをアップして、でフラップはですね、自動的にオフの状態になっています。はい、でここでヘディングをですね、これまた急にちょっと違う値になってしまうので、一回ですね、保持して。たまにっていうか、ほとんどの場合、ちょっと、オートパイロットにした後は、何かがリセットされるようで、ダイヤルがうまく動かなかったりしますので、そこは注意が必要ですね。はい、ここで330度ぐらいに変更した方がいいかな。330度、一回300度にしましょう。で、書籍ではですね、この手前でスピードをですね、230ノットまで上げるという設定になっています。で、またゼロになると怖いので、一回ここでトグル形式のこのスイッチをいじっておきますね。それで、230度。違う、230ノットですか。にスピードを上げます。で、角度は、こっちか、330ですね。はい、そして、山が近づいてきたら少しスピードを落とします。スピード、これ大丈夫かな。一回、念のため、トグルスイッチを使っといて、200ノットですね。200ノットまでスピードを落としていきます。そして、フラップをですね、1段階下げて、はい、速度を落として旋回するような形にします。はい、ここで、1回ですね、ヘディングを変えるんですけども、念のため、1回、ポーズにしてですね、ヘディングボタンがちゃんと動くかどうかを確認したいと思います。これ、今227で右に回すと330。大丈夫ですね。大丈夫そうなので、119度でしょうか。ちょっと左に向かうようにしますね。で、今、管制等々の方針が字幕で出ているんですけども、これはオプションのスイッチでですね、字幕をオンにしているので、今出てきている状況になっています。はい、この辺で少しずつ角度を右に旋回させるように変えていきますね。はい、ご覧のようにちょっと縦に長いというか、こちら側から見ると非常に長い山になってますんで、奥の方がですね、急に峰がもう落ち込んでいますので、そこにぶつからないように、この峰を過ぎたあたりで右に旋回していきます。で、向こう側にですね、もっと高い山があって、できるだけ早く旋回してやらないと、向こうの山にぶつかりそうなので、そこは注意が必要です。で、だいたい30度ぐらいずつ、おそらく旋回していけば良いのかなと。30度、今20度でしたね。で、ここで1回360に変えます。そしてもう1回ですね。今、ちょっと、やばい。300、あれどうなってんの ?360 にしたんだよね。ちょっと、
360から、0だからか。すみません、私が間違ってました。で、ここで一気に60度ぐらいに旋回させます。ちょっとぶつかるかな。90度くらいまで行った方がいいか。ちょっと遅かったですね。大丈夫かな。まずいぞ。おっと。ちょっと待って。ギリギリやんね。もうちょっと旋回してじゃない。ここでもう一回、向こうの山に難しそうなので左側に旋回します。そう、360度を超えると0度になるので、そこで焦らないようにしないといけないですね。はい、逆に戻った、リセットされたわけじゃなくて、360度を超えたという状態になっただけでした。はい、で、来るときは330度だったので、180度を引いて、150度ぐらいで戻ればいいんですけども、ちょっと一回湖に出てから150度に戻して、逆方向に進んでいきたいと思います。330-180は、200度引いて20度で150ですね。はい、でもうここでフラップを上げて、速度もですね上げていきたいと思います。230ノットぐらいかな。はい、そして、角度は150に戻しますね。150度くらいに戻します。はい、でこの後に左に旋回するんですけれども、だいたい直角ぐらい、直角よりもちょっと多く、角度が変わりますので、今の、ヘディングの角度150度ぐらいからだいたい90から100ぐらい引きますね。そうすると、100引くとしたら50度くらいになるということですので、もうちょっとですね、この峰の端まで来たあたりで左に旋回していきます。はい、ここで角度をちょっと一回殺しておこうかな。50度に140度から150度くらいから50度に直します。直しますっていうか、変更しますね。今75度なので、今48度に変更しました。で、空港はですね、クイーンズストン空港はちょっとここから直進した状態だと少し右に向いていますので、高度を落としながらですね、右にちょっと旋回して降りる形になります。はい、でこの辺でもう、スピードを少し落としておきますね。200ノットぐらいに落としておきます。で最終的に着陸する手前で160ノットぐらいまで落とします。で高度もですねできれば少し落としておいた方がいいと思います。書籍ではですね特にそういう説明ないんですけども、何回かやって高度が高すぎると割と非常に降りにくい、着陸しにくいので、もしあらかじめ高度を落としておいて、今2000何円にしたのかな。そして、フラップを上げていきます。下ろしていきますね。フラップを落としながらエアスピードを160ノットぐらいにします。
フラップを下がりに落としますね。で、この辺で、島に差し掛かったぐらいで、もうオートパイロットを解除してですね、た方がいいと思います。はい、で、ランディングギアは下ろしておきますね。そしてフラップも一番下まで落とします。このスロットルもですね、本来は自動でも降下すると同時にシテルが下がる形になってるんですけども、ちょっと手動で真ん中ぐらいまで落としておきます。で、左手にパキピトが見えるんですが、今白かな、全部。ちょっとやっぱり高度が高すぎますね。ああ、高度低くなり。今赤が3つになっちゃいましたね。ちょっと高度低すぎるか。やばい、高すぎる。ああ、ちょっと。おお、おお。着風車。着風車だ。いやー、危なかったですね。だいぶ乗客の皆さんもちょっと戸惑いを隠せない状態だとは思いますけど、今ですね、この、スロットルは逆噴射の状態にしてます。で、逆噴射の状態にするとどういう状態かというと、ちょっと外に出てきますと、内側から見た方がいいかな。はい、後ろに下がる状態になってますね。で、これは、これを元に戻すと、このですね、なんかこうカバーが開いたり閉じたりするという機構のようです。はい。で、一応着陸、ちゃんとじゃないですけど、できましたので、で、着陸できたら、まあ、書籍で終わりなんですけれども、まあ、一回、空港のタキシングをしてパーキングする状態までですね、ちょっと移動してみたいと思います。パーキングのポイントをですね、確認するには、この管制塔とのやり取りができるパネルを開いて、ここでですね、チューンクインストーンズタウングランドオンなんとかなんとって書いてますけども、これは周波数ですね、を合わせろということなんですが、これを押すと、まあ、合わせてくれます。リクエストタクシートゥゲート。まあ、ゲートまで案内してください。というのを指定すると、まあ、管制塔とやり取りしながらですね、駐機場まで案内してくれます。まあ、案内してくれると言ってもですね、実際には、こういうふうにインジケーターが出てきて、まあ、あちらに星マークみたいなのあるんですけども、まあ、そこが駐機場と、星っていうかね、ピンマークですね。ゲート R6 っていうのが駐機場になってますんで、そこまで向かいます。この、まあ、矢印に沿って進んでいくと、ゲートまで案内されるということですね。左手に見えるのが、中機のゲートですね。あ、飛行機がちゃんと止まってますね。他の空港機も、航空機も止まってるんですね。はい、ここで左側に回っていきます。ここでもう一回、右に回りますね。あれは他のプレイヤーなのかな。なんであそこに止まってんだろう。あ、一応ぶつからないように入れはするみたいですね。
このまんまですね、駐機場に入ります。本当はね、ここにサービスの人が立っていて、ちゃんと案内してくれるんですけど、もうちょっと前かな。あら、後ろが思いっきり出てます。もうちょっと前ですかね、ダメか。他の飛行機と同じように止まってればいいということでしょう。はい、こんな感じですね。で、大丈夫なようです。こちらにいた飛行機くんも、向こうに止まったみたいですね。あ、発進するのか。待っててくれたんだ。なるほど。はい。ってな感じで、一応ですね、本来は、ちゃんとなんていうんですかね、指示してくれる人がいたりするんですけども、なしでちゃんと中継できたんで、これでいいでしょうと。他にサービスを受けたい場合は、この辺を押してですね、燃料サービスとかですね、電源サービスを受けることができます。それは、まあ、機会があったらやってみてください。はい。以上で終わります。お疲れ様でした。Papagani VR727. Leaving my channel space, push subscribe button is approved. Good day.